はい。皆さんこんにちは。ミルキーです。本日のジャンク品はね、こちらになります。これ、マキタの箱なんですけども、結構いい感じのね、趣のある箱になっておりますが、中身がね、違うんですよ。これ、中身何かっていうと、じゃじゃーん。ボッシュのね、インパクトドライバーですね。本体とバッテリー2個、リチウムバッテリー 18V ですね。あと充電器。ということで、このセットで、いくらだったっけな ?1800 円ぐらいで購入したんですけども、なんかね、マキさんの箱っていう割には、すごいフィットしてるんですね。ここにバッテリーもちゃんと同じような感じで入るし、このね、充電器もバシッと入るし、ボッシュの元からの箱のように収まってるっていう感じですね。で、ジャンク症状なんですけども、スイッチを押していますけども、反応しないです。本体とバッテリー、接続が悪いかなんかで、押さえつけるとね、動いたり動かなかったりと、ちょっと今押さえつけても動かないですけども、するということなんですね。これ普通の人は汚いし壊れてるし、バッテリーも弱ってるんだろうなって思って買わないと思うんですけども、私は逆に考えました。ボッシュのインパクトドライバーって青色がプロ用のドライバーなんですけども、ここまで汚いということはプロの大工さんが前の持ち主で頻繁に使っていたということが伺えます。そしてコメントで押さえつけると動いたり動かなかったりするということは、本体とバッテリーが同時に壊れる確率は低いので、バッテリーに問題はないが故障したので手放したと考えられます。インパクトドライバーはバッテリーがね、一番高いので、バッテリー2個もあって、バッテリーが生きているならお得だなと思ったということです。実際にね、本体にバッテリーをつけてぐりぐり動かしてみると、たまに動きますが、基本は動かない状態です。バッテリーとの接点もそこまで汚れていないので、何が原因か不思議です。あ、動いた。ずっと固定でこう押さえつけてんだけども、動くときと動かないときがありますね。あれこれバッテリーとか接続の問題ではないんじゃないかな。ちょっともう一個のバッテリーで見てみますね。これで、さっきこう、ギュッて入れて、力強く押さえたら、あ、動く。で、同じ位置でも動いたり動かなかったりするんで、本体の断線とかスイッチがなんかいかれてるとか、そういう問題じゃないかと思うんですね。はい。では、バッテリーの電圧測ってみたいと思います。1個目のこっちの、右の方は 19.39。ちょっと蓋開けて見はしましたけども、充電とかはしてないです。その状態で 19.39 だから、そんな悪くないんじゃないかな。あ、こっちは 19.48。満充電ね、多分 20V は超えると思うんで、さほど劣化してないっていうバッテリーじゃないかなと思うんですね。だからこのバッテリーはおそらく問題ないんじゃないかなと思います。なので、こいつをね、分解して不具合原因探していってみたいと思います。はい。では、これ分解していくんですけども、ネジはこちら側にほとんどありますね。まあ、これ、フックのネジがここに1個あるだけで、その他は全部、プラスのネジじゃねえや。トルクスかな？マイナスのようなんだけども、トルクスのような形もしています。結局このネジね、トルクスネジでした。プラスネジ3本とトルクスネジ9本でこのケース固定されているので、どんどん外していきます。はい。ネジはね、全部外し終えました。そしたら上から開けるのかな？これ、そうだね。ここ開けて、ここに金具が入ってますんで、これを取り除きます。引っ張れば外れると思うんですけどね。よっ。はい。こういうね、金属板が入ってるので、これを抜いてあげます。はい。これで分解が、はい。開きました。うわ、汚ね。つうか、これこれ LED ですね。ここにも LED あるはずなんですけども、
切れちゃってますね。反対側も切れてますね。これも直したいな。これはスイッチの接点不良になってる可能性結構あるかもしんないな。全バラして、このスイッチの中身をね、掃除していきたいと思います。とりあえず、スイッチを取ろうか。もう、ハーネスがね、カチカチですね。劣化しちゃってます。この基板は LED の制御基板なのかな？はい、取れた。とりあえず、外装はね、取れましたね。はい、こんな感じでね、ばらせました。ちょっと汚いですね、やっぱりね。今回直すところは、このスイッチの中身の接点。どうもスイッチはおかしいんじゃないかなと思っています。それと、この朽ちた LED のね、配線と、LED 単品これ持ってないんだよね。なんかあるかな？液晶モニターの LED がバックライトがあったので、こいつをなんか使えないかなってちょっと思ったんですけども、まあ試してみたいなと思います。じゃあまずちょっと汚いから少し掃除しますね。ほこりがすごい、土がね。中のモーターとかね、ギアのユニットは水洗いとかできないので、ハケで汚れを落とすことにしました。たまに基板を水とかで洗っている動画とか見かけますけども、電化製品に対して水はね、良いものでは決してないのでやめた方がいいと思います。汚れが土ぼこりなんで、ハケでもだいぶきれいにすることができますからね。結構落ちましたね。土こんなにほこりがね、残ってました、中に。はい。では、スイッチですね。これを分解していきたいと思います。上の部分ですね。これが正転逆転のこのスイッチですね。カチカチと回転を逆方向にするスイッチになってます。これはね、接点結構綺麗なんですけども、一方、オンオフのスイッチ、ここですね。これはね、結構汚れてますね。色が違うでしょ。ちょっとこっちの色と。これはね、すごいピカピカして綺麗なんだけど、こっちくすんだ色になってますね、接点が。で、先端のところもなんか黒くなってますね。基板の方ももう見てわかりますよね。こっちの上の正転逆転の方はすごい綺麗なんですけども、真っ黒ですね。ということで、いつもの IPA ですね。イソプロピルアルコール。なんでエタノール使わないかっていうと、安いからです。エタノールって飲めちゃうんで、お酒の税金かかっちゃうんですよね。で、IPA って飲めないので、酒税がかからないと、その分お安くできますよということですね。ただ単に安いから IPA を使っていると。エタノールを使わないのは値段が高いからです。ほら、ちょっとアルコールで拭いてあげればね、キラキラと輝く、美しいね、基板になりましたね。ノブ側のね、接点の方も磨いていきましょう。ほら、すごいでしょ。汚れてる。まあ、こりゃ、接点不良になりますよね。で、また接点復活剤をね、ここに吹いてしまうと、ホコリがね、ここの部分に堆積して、接点不良を起こしちゃうので、接点復活剤は使わないです。はい、いいでしょう。ではまた閉めちゃいます。はい。では LED の方のね、修理をしていきたいんですけども、もう LED1 個しか残っていません。2つはもうちぎれちゃってね、多分部品どっかに行ってるんだと思います。で、まあ、このハーネスもね、ちょっと朽ち果ててる感じなので、元から変えていきたいと思っているんですけども、残りの2つね、LED どうするかっていうと、まあ、最初に紹介したように、このモニター用のね、バックライト、こいつを使いたいなと思ってます。本来ね、LED を設計するときに電流をどれぐらい流すのかっていうところを設計しないといけないんですけども、この LED のね、素性ちょっとよくわからないので、まあそこはまあこのままつけちゃおうかと。おそらく白色だから、VF、アノードとカソードの電圧差、そこら辺は同じなんじゃないかなと思います。
ということでね、これをぶった切って、こういうハーネスね、付け替えていきたいと思います。いったな。ちょっとここね、パターン剥がしちゃったんで、この抵抗にくっつけたいと思います。取り忘れてた。配線くっつけてね、綺麗にして、で、先端にね、LED つけました。はい、では外装とかね、汚いので、これを綺麗にしていきます。ポン。一応ね、洗ってきました。まあ、新品の絵にはなんないですよね。まあ、ある程度砂とかはね、落としてきたんで、これで組み付けていきたいと思います。よし。はい、組み立てが完了しました。じゃあ、ちょっと充電池入れてね、確認してみたいと思います。よいしょっと。あれ？残念ながら症状は変わりませんでした。いくらやっても症状は変わりません。ということは、スイッチの接点不良ではなかったということですね。この後原因をさらに探っていきます。はい。またばらしてるんですけども、実はね、動作確認やったらまともに動きませんでした。その後ね、じゃあ何が原因だろうと思って、表面実装のコンデンサーがね、基板に埋まってたんでね、基板つってもね、全部接着剤で埋められちゃってるんで分解できないんだけども、とりあえずコンデンサーでも変えてみるかって思って、表面実装のコンデンサーをね、引き抜いてみたんですね。で、新しいコンデンサーに入れ替えてます。で、これで試してもね、動かないんですよ。逆にね、もう動かなくなっちゃいました。あれと思って、何が原因だろうなってよくよく見てみるとね、これ、配線切れてますね。バッテリーにつながるところの配線が切れていて、これがね、原因だっていうところが、実は今分かっちゃって、これをちょっと直そうかなっていうところで動画また撮り始めました。本当はね、なんかもうめんどくせえや、直して組んでね、動きましたでいいやと思ったんだけども、ちょっとやっぱ嘘つくの良くないよねと思って。で、撮ってます。なので、この配線をね、ちょっとつなげていきたいと思います。最初の方でスイッチの接点不良か断線かなって言っていたんですけども、原因はまさに断線でした。最初にね、ちゃんとチェックしておけばすぐに原因にたどり着いていたはずなんですけども、あまりに中が汚かったんでスイッチの接点不良だなと思い込んでしまったのが原因です。まあ結構ね、使用されているんで、これから長く使う上でのメンテとして考えれば、スイッチの掃除もコンデンサーの交換も意味はあるので、よしとしたいと思います。はい。じゃあ、組み立てて動作チェックをやっていきたいと思います。今度こそって言っておりますが、まだまだ続きます。悪いことって続くもんですよね。あと2回ぐらいハプニングが起こります。ちょっとハプニングが発生しました。これ一生懸命閉めようとしたんですけども、全然閉まんないですね。で、原因は何かっていうと、このコンデンサーですね。もともと 35V 耐圧のものがついてたんですけども、手持ちになかったんで 100V の耐圧のものをつけてたんですね。まあ、100V なんででけえということで入りませんでした。なので、こいつね、購入してきました。
35V 耐圧の330マイクロファラドのものですね。だいぶ大きさが違って半分以下の大きさになってんじゃないかなと思うんで、こいつに付け替えてね、で組み立てていこうかと思います。コンデンサーを交換しまして、ちゃんと蓋が閉まっていることも確認できました。さあ動作チェックをやってみようっていうところですね。よし、動くかなこれで。バッテリーを差し込みスイッチを入れたその瞬間、パーンって爆発音がね、インパクトドライバーから聞こえてきました。一瞬放心状態で何が起こったかわからない状態となってしまったんですけども、その後すぐに我に返って再度分解して確認することにいたしました。爆発した理由分かりました。曲線間違えましたね。コンデンサーがもうすっげえ膨らんで爆発しちゃいました。なのでこれ付け替えないとダメですね。反対側にね。もしかしたら回路いっちゃったかな。大丈夫なことを祈ってね、付け替えて対処したいかなと思います。はい、原因はね、コンデンサーの極性を間違えて一つ逆につけてしまった、そういうことでした。バッテリーが 18V だったので爆散して火が出るような状態にはなりませんでしたが、コンデンサーのてっぺんは膨らんでいましたね。これが 100V とか 400V だったらって思うと冷や汗が出てきますね。極性のあるコンデンサーを使うときは必ず最後にね、間違ってないかチェックした方が良さそうです。コンデンサーを再度正しい位置にしてみますが、他の回路を壊している可能性もあるので動くかわからないですね。振動を考慮してグルーガンでコンデンサーを固定しておきます。今度こそちょっと成功させたいですね。はい。ではちょっと怖えな。はい。電源バッテリーつけました。動かします。よっ。ちゃんと動くじゃん。あ、いいね。十分。軸ブレどうなんだろう。軸ブレ。いいじゃん。うわ、すげえ軸ブレ。あ、違うな。これもともとこの、あれだね。ビットが合ってないね。なんだろう。ビットが合ってないのかな。すごいガタつくんだよね。ビットが合ってない？そんなことある？そういうのなのかな。こうやって押さえるとね、軸がね、ブレてないですね。でもちょっとここにガタがあるんでね。何なんだろう、このガタ。これ閉められるのかな？閉められないよね。なんかガタガタですね。でも十分使えることが分かった。ほら、光もちゃんと光ってるし。ちょっとこれ、こんな感じでね、光がちゃんと照らしてくれると素晴らしいな。いや、すごいいろいろ右往左往しましたが、コンデンサーつなぎ間違えたり、全然違うところ修理してたりね、コンデンサー壊さなくてもよかったんだね。無事修理できました。はい、よかったです。これ 18V のね、すごいいいやつなんで、外装ボロボロだけどもね、まだまだ使えると思います。軸ブレもほとんどないし。はい。ということで、このチャンネルね、DIY とかジャンク修理、そういうのをやっています。もしね、面白いよって思っていただけたら、グッドボタン、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日は、以上。